こんにちは。ミニマリストの小野です。ミニマリストの小野ちゃんです。今日は12月25日の土曜日、2021年12月25日の土曜日です。だいたい時刻は5時頃ですね。今夕方ですね。今日は子供たちがお泊まりに行って帰ってこないです。一人なので今日はもうね YouTube 発信活動にねちょっとね一日使ってるんですけど、はいでちょっと久しぶりのラジオの録音になってしまいました。なんかやっぱり12月っていうのはやっぱどうしても忙しくなるもんですね。こんなにいろいろなことやものを手放していてもやっぱどうしてもバタバタしちゃっていました。ワンオペなんでねそりゃそうかって感じですけど、はい、ちょっと大変な日々を過ごしておりましたが、はい、今回はおしゃれを手放した話をちょっとねしてみようかなと思ってます。私もともと結構服が好きだったんですけど、好きな方だったんじゃないかなと思ってます、思ってたんですけど、思ってるんですけど、なんだっけな、今はもうほぼ私服の制服化をしていて、手持ち服数えたらですね34着でしたね。多分前は倍以上はあったと思う。100は分かんないんですけど、倍以上はあったんじゃないかなと思います。で、結構手放して今に至るんですけど、なんかそのねやっぱめちゃくちゃ普通に服を着ていた頃に比べるとすっごく楽になったので、そのちょっとね制服化をおすすめしたいなっていう感じで今日は話を進めていこうかなって思ってます。で今最近ちょっとねどんな感じで服着てるかなっていうところなんですけど、なんかミニマリストになってより一層服がガンと減ったんですけど、やっぱり服好きなんで全ては手放せなくって、ちょっと服好きだった頃の名残が数着残っているって感じで、ほぼでもねおしゃれはねほぼ手放したんじゃないかなと思ってます。で、私のライフスタイルなんですけど、月曜から金曜までが普通に、パートなんですけど、働いてって体動かす仕事をしてるのと、ちょっとね汚れたりすることもあるので、ちょっと動きやすくて汚れが目立たなく、すぐ取れる、汚れても大丈夫な服みたいな感じでちょっと割とカジュアルな服を着てるんですけど、それはね土日も同じで、子供がいるので2人ね遊び盛りのね子供がいるので、公園行ったりとか買い物行ったりとか、抱っこしたりとかしたらもうね一発で、服が汚れちゃうからですね。そんな感じで、土日も同じく動きやすさ、汚れても大丈夫かどうかとかその辺を重視してるんですけど、でそうで、さっき34着って言いましたっけ言ったかな、もう何回も録音してるから今分かんなくなっちゃうんですけど、今現在34着で生活してるんですけど、オールシーズンですねこれね。で今ちょっとこれ数え方っていうのが、今回はインナーとか靴下とかパジャマ、スポーツウェアも含む34着です。で、一応ラインナップバッと言うと、アウター2着、パーカーが2着で、長袖の T シャツが2着、半袖 T シャツが4着で、ボトムが5着、長袖シャツが1つで、下着が2着かける4肩の8着で、入学式で着たセットアップが上下1つずつと、海とかスポーツ用の、海行く時ですねとかスポーツで使う用の服が上下で1着ずつ、靴下があと3足ですねかな。あと、アウター2つって言ったっけ、3つって言ったっけ、アウター3つです。なので、合計で、34着こんな感じになってます。手持ち服ですね。でちょっとそのうち動画にしようかと思っています。で、この中でも割ともうねずっと固定で使っているのが、コンバースですね。まずコンバース、靴はちょっと数に入れてなかったけど、靴はもうねずっとコンバース履いてて、
黒ですね。黒地に、白のソールのコンバースをもうねずっと5年か6年ぐらいずっとね履いてるんですけど、それはもうほぼ固定になってるのと、あとはそのボトムですね。ボトムに関しては最近ちょっと定番化させたものがあって、6ヶ月ぐらい経つのかな。もう無印良品の撥水ストレッチチノタックワイドパンツっていうものが、これレディースなんですけどあるんですけど、これがとってもよくって、動きやすいし洗濯してもすぐ乾くし、でちょっと生地的にちょっとスポーティーな感じかなって思ったんですけど、試着したら結構なんかその何ですかね、フォーマルっていうかなんか綺麗めにもなんか使えるなっていう素材だったんで、すごくいいですねこれは。はい、これをだからほぼ固定化させてます。ボトムと靴は固定してますね。でトップスがだからちょっとトップスとかアウターがちょっと余計めにまだ残ってるって感じですね。なんですよね。でそうですね、例えば今だったら今12月なんですけど、そのボトムと靴は同じで、今冬なんでボトムの下にレギンスをね、ちょっとこのパンツが薄いので今レギンスを履いてます。静電気防止と寒さ対策のためにレギンスを履いてるのもあるんですけど、トップスがだいたい長袖 T シャツ、ヒートテック着て長袖 T シャツ着てパーカー着てダウン着るみたいな感じなんですよね。仕事の日とかだいたい子供といる日はそんな感じです。ダウンはユニクロのシームレスダウンですね。それだとちょっとカジュアルすぎるなっていう時にそのアウターをちょっと別のものに変えたりとか、パーカーだとちょっとなみたいな時はそのパーカー脱いでコート着てみたいな。でちょっと最近インナーダウンを買ったんで、ちょっとコートの下にインナーダウン着てみたいな感じとかね、ちょっとねバリエーションがいくつかあるんですけど、基本カジュアルな服で固定させてるので、ちょっとパーカーじゃちょっとみたいな時のためにちょっと別の選択肢も残してあるぞみたいな感じが最近の定番スタイルですかね。そんな感じです。で春秋になると、アウターがなくなってパーカーだけになるとかで、パーカーの下に T シャツになったりとかで、暑くなった T シャツだけになるですね。夏になったらだから T シャツとボトムでコンバースみたいな感じですね。で寒くなったら上1個またパーカー足すみたいな、でどんどん下着が増えていったりとかするんですけど、割と最近はそんな感じで何年もローテーションをさせていましたね。で週末のおしゃれをやめたのが割と最近のことですかね。でもなんかおしゃれはもうねやめていいなと思いましたなんかすごくねやっぱ楽になったんですよね。楽になったし出費も減るっていう、その2つですね。おしゃれやめてよかったことは気持ちが楽、出費が減るってこの2つなんですけど、なんかそのちょっとね手放すまでの話をちょっと全部しちゃうと長くなっちゃうんで、ビフォーとアフターということでね、今をアフターでビフォーをね20代の、独身の頃とかとねちょっと比べてみようかなと思うんですけど、やっぱそのね独身で20代前半ってやっぱ遊んでますよね皆さんいろいろとね。私は結構パリピではないですけどリア充みたいな自分で言うけど、結構ねその若い頃はいろいろとどこか出かけるのがもうね普通に数日に1回は遊びに行くっていうのが当たり前な生活をしてたので、やっぱいろんな服持っていろんな服着ていろんな人と遊んでっていう風にねしてたんですけど、なんかやっぱあの頃は服好きだったのかな、ちょっとあの頃は分かんないですけど、なんかやっぱ服好きな人って2種類いると思ってて、なんかそのマニアックな好きみたいな、服のディテールが好きだったり、その作られる時の背景が好きだったり、そのもの自体が好きだったりっていうマニアックな好きと、
自分のなんですかね、自信をつけるための好きみたいなのとか、服を着て人に会うことで、ちゃんと服を着て人に会うことでその自信をつけるっていう、ちょっと説明難しいんですけど、私はその後者の方が結構ね20代前半は強かった気がしますね。なんかその人に見栄を張るために服をちゃんと着ようとするみたいな、っていうのが結構昔は強くて、結構20代後半とか30代前半は服そのものが結構好きっていう風に変わっていったんですけど、なんかね、何を考えてたんだろう、あの時は。本当にすごくね、やっぱお買い物の人、お出かけする前、友達とかと遊びに行く前になると、やっぱ女同士っていうのはやっぱ見栄を張りたがるんですよね。男に会う男の人に会う時よりも女同士で遊ぶ時の方がやっぱりなんかその身なりにはやっぱりね気をつける人が多いんじゃないかなと思うんですけど、私はそうです男受けとかじゃなくても女受けですよね。っていうのをねすごく気にしていたので、なんでしょうね、なんかあの子が来るからこうしようとか、あの子が来ないからいいやみたいなそういうのもあったし、なんかこの間と同じ服着ちゃいかんなみたいなのとか結構考えてた気がしますね。その自分が着たいかどうかとかじゃなくて、なんかその人に合わせて服をこうねセレクトしていた時期が結構20代前半だったかなっていう感じなんですけど、本当にね、だから出かける前に鏡の前で何十着もあったんか知らんけど着替えてもうこれとこれを合わせたらどうかみたいな、ね、なんとか新しい組み合わせを発掘しようとするけどもう全然うまくいかなくて、結局いつもと同じ組み合わせになっちゃうみたいなのをね、私はいつもしてて、本当にそれがめちゃくちゃなんかね大変だったし辛かったんですよね。結構辛いっていうことにも気づいてなくて、それしか選択肢がないと思ってたから、やめるなんてね選択肢が今みたいになかったんでね、もうそれを日々やってたんですけど、今思うと本当に地獄ですね。だからやっと今日着る服決まったと思って時間ギリギリに出発しても、靴履いたところでなんかやっぱ違うかもとか思ってこう引き返してギリギリでやっぱ着替え直して、こっちで行こうって言って散らかったまま家を出るみたいな。で外出たらやっぱなんかこっちじゃなかったみたいなでもなんか一日ちょっと微妙な気分で過ごすっていう日もね、なんか何回もありましたね。そんな生活が年齢から20代前半にあって、後半とか後半になると割と服そのものが好きとかで、自分のことがやっと分かってきたりとかね、すごく似合わないテイストの服をこう着たりやめたりっていうのを繰り返していくうちに、なんか自分はこれが似合わないなっていうのがどんどん分かってきたりとか、なんか服に対しての知識がたくさんついたりとかして、服そのものが結構好きだったなっていうのが20代後半から30代前半ですかね。なんか今も結構その見るだけで楽しかったりはするんですけど、無駄な服はもう今はね買わないですね。そうなんですけど、そうだから今が本当に楽で、服好きでやっぱ見たりはするんですけど、もう買わない必要ないっていう風に自分で割り切りながら見ることができるんで、ユニクロ行って、新しいコラボの商品とかあったらやっぱすごい楽しいんですよね、見るだけで。試着買わないのに試着して、すごいこれをこの価格でとか、このシルエットはいいなとか、これは売れそうだなって私は似合わないけどとか思いながら散々試着して何も買わないみたいなことをね時々やりますですユニクロのコラボはやっぱね見てて楽しいですね。そういうのがだから単純な服好きですよね。マニアックな服好き、そういうところはなんかねいいなって自分でね思うんですけど、やっぱね服を見栄を張る意味で着るっていうのは私的にはすごく良くなかったなと思って、服がダメだと自分もダメみたいななんか認識がね私はあったんですよ。人それぞれ多分ねない方もいるしある方もいると思うんですけど、なんか自分の場合は服で
そのおしゃれな人は自分より上みたいなのがなぜかあって、昔から。でおしゃれな人は自分より上で、おしゃれじゃない人は自分より下とか本当ごめんなさい、自分より下みたいなマウントつける時もありましたし、なんかねやっぱおしゃれな人と話すと緊張するみたいな、なぜかあったんですけど、今はねそういうのないですけどね、みんなそういう目線で見てないんだなって人のことって知ってからはそういうのもねなくなりましたけど、はい、すごい価値観でね過ごしていたんですよね。はい、なんでね本当今はすごく楽だなって思うんですよね。だからもう平日はもう 100% 今同じ格好してるから、なんか朝起きてもねで2着しかないので、2着ずつしかないので、1着は洗濯に回ってるはずなんで、もう畳んである1着をこう1個ずつペペペッと出して順番に着ていくだけですよ。だからもう鏡見る必要もないんですよね。あらかじめこう組んであるからちゃんとその買う時にはシルエットは気にしますね。今でもおしゃれを手放すとはいえ、はい、ちゃんと自分の体型に合ってるかとか、その上下でバランスが取れてるかとか、そういうのはもちろん選んだ上で購入するんで、でも一回選んでしまえばもう毎日それの繰り返しなんで、別に鏡見る必要もないですよね。毎日ねちょっといつもと違う格好する時はもちろんいるけど、だから全身鏡はもう見らずに、ただね服にこうコロコロをかけて、着替えてコロコロをかけて、ちゃんと着てれば OK みたいな状態になるからですね。朝すぐですね。もう朝やっぱね小学生になってから7時20分とかに家出るから、もうババッと準備しないといけなくて大変ですよ本当。だからもう朝の支度がなくなったのはすごくいいですよね。で平日もうだからもう身支度は 2,3 分で終わりますよね。はい。でで週末も同じ格好してるから、もちろん基本同じ格好してるから、なんかあんま迷うことっていうかもうほぼ迷うことないですね。でもう1パターンあるんですけど、今ダウン着るって言ったんですけど、そのダウンとかパーカーじゃちょっとみたいな時のためにコートが1個残ってて、それすっごいお気に入りなんですよね。だからちょっと今度ね遠出するんで、その時はそっち着ていこうかなと思うんですけどね。ちょっとなんかそんなわざわざなんですかね、ちょっと遠出してまでいつものカジュアルな格好をしたくないなみたいな時もあるので、私にもですね。はい、そういう時のためにちょっと違うパターンも残してるって感じですね。で何ですかね、週末ちゃんとするのをやめたのは割と結構3ヶ月前とかのことなんですけど、なんかね週末残しだったんですよね。それまで週末のちょっと誰か会う時とかは違う格好しようみたいな、いつものこの制服じゃない格好しようっていうのもやめたのが3ヶ月ぐらい前なんですけど、でもう残してもいいかなって別に思うんですよね。今でも思うんですけど、なんかその制服化してるやつらが、制服化されてる私服たちがすごくもうね優秀すぎて、私の中で優秀すぎて、そのおしゃれしようみたいな、週末に着ようとしてるそのおしゃれ寄りの服たちが優秀じゃなさすぎて、やっぱちょっとそこを比較してしまうと、その優秀な方がやっぱいいなってやっぱ思っちゃうじゃないですか。いくらその機能性にちょっと特化しているとはいえ、っていうのでもうやめてしまおうと思ったんですよね。だってあれですよ、私の今制服は動きやすいし安いし、もうほぼユニクロと無印なんですけど、安いし動きやすいし長持ちするし、すぐ乾くし丈夫だしアイロンもいらないし、必要になったらもうすぐ買い替えられるんですよっていう、もうスタメンなわけですよね。制服化っていうのはやっぱり制服化してる服っていうのは。それに対してやっぱちょっとおしゃれしようっていう服たちって、私は結構ですかね、コレクションブランドとか
が好きなんでまあ買わないですけど、やっぱねその数万円する服とかも欲しいんですよ。本当は欲しかったけど買わなかったですけど、やっぱちょっとモード寄りみたいな服を着ていたんで、まあ、そんなに安い服ってあんまりなかったんですよ。私が好きな服っていうのはなんか T シャツで1万とか普通にしちゃうようなブランドもあったし、っていうのをまあなんかすごく厳選した1枚をちょっと高めだけど、まあ可愛いしデザイン性高いし、まあ長く着ようと思って例えば1万円の T シャツ買いましたとして、で1万円の T シャツなのに最近のちょっとねあれですよね、ユニクロのクオリティがやっぱ高すぎるじゃないですか。もうこれもうどこそこで言われてることですけど、まあ、高すぎるんですよマジで。ユニクロのクオリティがもうマジで高すぎるんでユニクロのせいだ本当独占禁止法とかならないのかなっていう心配するぐらいマジでなんかねクオリティ高すぎますよ。だってそうだからそのユニクロの何ですっけ、ユニクロのなんだろう、ちょっと難しいんだ。例えばってしようとしたけどめっちゃ難しかったからやめようだからその、1万円の T シャツがなんかねユニクロとか普段着てるとユニクロ無印とかも全然もう安くてクオリティ高いからですね、もうめっちゃクオリティ4000円とか3、4000円とかですごくクオリティ高い服買えるんですよね。なのにその1万円の T シャツを作ってるブランドっていうのはやっぱりちっちゃいブランドなんで、やっぱね高くせざるを得ないんですよね。その生産する数がユニクロとか無印とかと比べるとやっぱその1回のその商品で何着作るかっていうのがめちゃくちゃねその比較にならないぐらいでもだってユニクロとか多分億とか作りますよね。何億着知らないですけど適当億も作るかな、なんか渋さんが言ってた気がする億とかそう何万着何千着下手したら億とか多分作ってるはずなんですよ。そのユニクロと比較してそのちっちゃいブランド多分ね何百とか行って1000とかその程度だと思うんですよね。その程度ですよね。私が知ってる感じでは多分そうなんですけど、だからその1000とかと万とか何万とか何千万とかそれを比べるとやっぱねその高くならざるを得ないんですよね。そのちっちゃいブランドっていうのは、おしゃれなブランドっていうのはやっぱちっちゃいところが多いからもうどうしても価格が高くなってしまうと。でクオリティをだから比較した時にもうユニクロとそのいいブランドっていうのがね全然比じゃないんですよね。マジ比にならないぐらいもうコスパがだからめちゃくちゃ悪い。そのおしゃれな服っていうのは最近のおしゃれな服っていうのはすごくコスパが悪いですね。だから5、6年前までは結構その1万以上出せばまあまあのクオリティじゃないかなみたいなところだったと思うんですけど、なんか最近マジでユニクロのクオリティがちょっとマジでもう恐怖ですよね。本当そこがちょっと高すぎるがゆえに周りの小さいブランドがちょっと多分めちゃくちゃ苦労してると思いますね。っていうのがねもうどんどん年々強くなっていくから、それちょっとすごい熱量がちょっと入っちゃって遠回りしちゃいましたけど、だからねおしゃれな服をねもう買う理由がね今なくなっちゃったんですよね。ちょっとデザイン性が高いけどだって一回洗濯しただけでも裏がベロンってひっくり返っちゃったりとかするんですよ。なんか縫い目がこうよれたりとか、なんか1万の T シャツがこれみたいな感じになっちゃうんですよ。だからユニクロと変わんないでみたいな、値段全然違うのにってなっちゃうから、なんかもうそれだったらもうねおしゃれやめていいなっていう風に思って今のスタイルに最終的にはねなっちゃったんですけど、そうなので何をしたっけななんかねであとはちょっと年齢っていうのもねありますかね。これが私がまだ20代だって独身とかだったらもうねまだおしゃれやってると思いますけど、少ない服で着回すみたいなことをやってたかもしれないんですね。よく女性ミニマリストさんはねなんか少ない服で小物をたくさん持ってとかしてる方がね多いですけど、そういう感じに私も落ち着いてたんじゃないかなと思うんですけど、年も年なんで30後半なんですよねもうね。なので、あんまこうガチャガチャと着飾る年齢でもないなと思ってね、ちょっとシュッと落ち着いていこうかなと、暮らしも服もですねっていう感じになってますね。なんか
そうですね、やっぱちゃんとした服を着ることで自信を持っていた面っていうのがすごく私の中で大きかったんですけど、でそこがあったからなんか最後手放すのがちょっと勇気がいったんですよ。実はこの手放すシーンはちなみに Vlog1 でおしゃれを手放すみたいなシーンがちょこっとだけあるんで、そこのことなんですけど、あれは結構勇気がいったんですよね。なんですけど、もうちょっと無理やりそこはねと手放してしまいまして、そしたら形から言ったらですね、気持ちが後からついてきた感じだったですね、私の場合は。もうなんかもういいやと思って捨てちゃえみたいな感じで手放しちゃえっつってやめたら、なんかもうなんか服で着飾ってたのはなんか必要なかったなみたいな風に私は思って、本当最後変わったのは3ヶ月前ですけど、このくらいですけどね、本当最近のことですけど、なんかね、もう最後手放したらもういいやって、おしゃれなんてもうほぼほぼいらないなみたいな感じになっちゃいましたね。でなんかでもそれと同時にちょっと自分に自信がついたというかのもあると思います。なんかあれですかね、 YouTube 始めたからっていうのも多分あるのかな、時期的に。ちょっとね、その服に頼らなくても大丈夫な自分になっていった感じがちょっと今しています。ですごく楽なんですけどね、気持ちがとっても楽です。はい、ということでぜひですね、よかったら皆さんも制服化をしてみないかなっていうのをね、ちょっとおすすめ最後してみようかなと思うんですけど、なんかで私が今こんな感じになって周りを見渡してみるとですね、やっぱみんなちゃんとおしゃれしてるというか、なんかその足並み揃えてるみたいな感じがあるなと思っていて、なんかちょっと今時な格好してる同級生とかね、もちろんたくさんいるんですけど、なんかね、本当に服が純粋に好きでやってる、なんかこれいつも同じことを結局言っちゃうんですけど本当純粋に好きでやるなら全然やってもらって構いませんがみたいなところですね私ももっと服が好きだったら多分ね、服は手放してないと思います。中途半端に好きだから手放していいかなって思ったんですね。なのででもね、私ねずっと思ってたんですよ。みんな服好きなんだろうなって私20代ずっと思ってて、そうじゃなかったんですよね。みんな服好きじゃないですよね私の中では20代後半あたりで気づいたんですけど、私の中で10人中8人は服好きと思ってたんですよ。だって身にまとうものじゃないですか、みんな誰しもが。だからみんな服好きで、その自分に合うテイストを選んで、コンサバの友達もいればギャルの友達もいて、なんですかね、カジュアルな友達もいてみたいな、なんですかね、あんまちょっとジャンルも出てこなくなっちゃったよちょっとなんかナチュラルな感じの子もいてっていう風にいろんなテイストの友達がいるんですけど、みんなそれぞれ服が好きで選んでるって思ってたんですよ。うちですごい勘違いだったなって言うんですけど、今の認識としては服好きな人ってマジ2割しかいないみたいな、本当に好きな人って2割しかいなくて、1割2割しかいなくて、その他の8割っていうのは多分好きじゃないけどなんとなく自分に合うものを好きじゃないっていうか、普通かなみたいな、普通ですみたいな。で一部の人はもう嫌い、もう服選ぶの嫌いみたいな人もいるじゃないですか。普通もしくは嫌いが8割ですかね、私の認識ですよ。あくまで私の勝手な想像で考えてますからね。でなんとなく自分に似合う服着てるとか、もう適当に選んでる人とかたくさんいると思うんですけど、だから好きじゃない人の方が多分、好きじゃないっていうか大好きではない人の方が多いと思うんですよね。それなのにやっぱり大好きじゃないのにあんなにたくさん服を溜め込んで毎日せっせと違う組み合わせをしてっていうのはやっぱりそこまでしなくていいんじゃないかなってやっぱねちょっと思っちゃいますね思っちゃいますね。料理の時と同じこと言ってますかね、多分ねって思っちゃいますね。なんかちょっと制服化してみたらいいんじゃないですか、その服が大好きじゃない皆さんは。でおすすめなのは、私みたいにその
仕事着を制服化してみるとか、逆にその休日だけ制服化してみるとかね、オフィスワークとかやってる人は、私もオフィスワークなんですけど、なんかそのオンオフみたいなのがあるじゃないですか。でオンが仕事の日でオフが休みの日みたいな人は、だからオフを制服化するとかで、仕事の日がオンだとしたらその仕事の日だけちゃんとこう着飾るみたいな。で私の場合はねちょっとね気持ちが逆だったんですよね。休みがオン、仕事がオフみたいな服っていう意味でですよ。仕事はちゃんとやってますからね。だから仕事は別にさ、別になんですかね、友達も別にいないし、誰か男性と別に出会ったりとかもないので、その男性の目を意識する必要もないし、友達の目を意識する必要もないので、別にその固定化しても私は問題ないなと思って、でまず仕事着の制服から始めたんですよね。でもオンオフっていう話をしてたら誰かと、いやオンオフ逆じゃないって言われて、あそっかと思って皆さんは多分オンオフ逆ですよね、きっとね。ちょっと分かんないですけど、だからそのどっちか仕事着か私服かどっちか制服化してみるとか、もしかしたらちょっと興味がある人はやってみてほしいなと思うんですけど、ぜひね私は仕事着の方がやりやすかったですけどね。仕事が制服、本当に制服っていう人もいますからね、その銀行みたいなね、っていう人もいますから、いろんなねライフスタイルがあるのでね、なんか一部制服化っていうのがねちょっとね私は結構おすすめですね。でやっぱ選ぶ時間を減らすっていうのはもちろんねすごく楽になった面なんですけど、そう選ぶ時間が減ったっていうのはもちろん一番良かったなって思うところなんですけど、あとね出費ですね。あとね選ぶ手間、出費が減るっていうのはすごく制服化のメリットなんですけど、あともう一個あって、さっき言い忘れてました、管理がめちゃくちゃ楽になりますね。だから私の場合は平日の月火水木金は同じ服を、土日もですけど同じ服ばっか着るんで、なんだっけね毎日1着ずつ同じ服が洗濯機に入るんですよね。で今だったら、パーカー、ロンティー、ボトム、レギンスみたいな感じで入るんで、でも洗濯の仕方も毎日同じなんですよね。だから、その4着パーカー、ロンティー、ボトム、レギンスを、靴下とかも入るけどもちろん下着とかもね入れて、でいつも洗濯が終わったら今決めてるのはそのパーカー、ロンティー、ボトム、これは乾燥機にかけないものたちなので、私の中で、加湿とそのなんか服が傷むの防止でその3着に関してはね部屋干しをしてるので、そうこれはねちょっと乾燥機かけちゃ NG な服だったりするんでね、なんですよね。それでちょっとそれだけ取り出して、あとは全部乾燥機に入れて、取り出した服はエアコンの下でこう引っ掛けて毎晩ですね、同じ、そうだから毎日同じ管理方法をすればいいんですよ。だからね、それも楽なんですよ。今日これはじゃ今日はこの服はじゃあネットに入れなきゃいけない服だとか、毎日違う服着てると毎日そのね服によって手間管理の仕方を変えなきゃいけないじゃないですか。これネットに入れなきゃいけないとか、これは部屋干ししようとか、これは乾燥機にかけて OK みたいな、でこれ外に干そうとか、これ平干しだとかもしかしたらねあるかもしれないし、そういうねもう管理方法までもうねごちゃごちゃしてくるから、それもなくなるのがねすごくねいいなって思いましたね。そうでも絶対にその制服化させるんだったらやっぱね管理が楽な服を選んだ方がいいですよ。はい。そうでも私は制服化云々とかそういうのも置いといて、だからもう別なんですけど、その話とはちょっと別の話で、管理がめんどくさい服をもう一切やめてしまいまして、はいで、具体的に言うと、洗えないもの、ちょっとシームレスダウン洗えないですけど矛盾しております。ちょっとねここはね悩んでるんですよ。まだちょっとねちょっとこのままにさせてください洗えない服ニットですね、だよね。あと化学繊維、そう天然繊維のものを割とちょっともうやめてしまいました。
ちょっと環境には優しくないかもしれないですけど、コットンの服だからニットコットンウールとかニットコットンウールリネンとかですね、そういう服をもうほぼ持ってなくて今コットンの服っていうのは動きにくいんですよね、私の中では。そう動きにくさがあるので、あとシワになりやすいっていうので、あと傷みが早いんですよコットンっていうのは。なんかもちろん物によるんですけど、私が持ってた服が結構そうで、乾燥機とかガンガンかけても大丈夫なのはやっぱりね、そのポリエステルの服とか、だいぶ強いから、そういうところですね。あとコットンでウールはちょっとねあんま詳しくないんで、ちょっとねあんま下手なこと言えないですけど、とにかくニットですね。あとニットは普通にお洗濯できないっていうか、できるのかもしれないですけど、手間かければできるニットとかもありますけど、その手間もかけるのがめんどくさいじゃないですか。あとニットは毛足が長いんで、もちろんね、短いのもあるけど毛足が長いものが多いから、でほつれたりもするし、で毛玉ができるし、でハンガーにかけることもできないし、やっぱ畳じゃないですか。もうで着る時もやっぱね結構気使ってきますよね。もうほんとその全てがめんどくさくてもうニットもう二度と買わない宣言を私は今年しました。静かにしました。もうニット買わない。でウールのストールとかも持ってたんですけども、これもあげてしまいました。お友達にねあげちゃったんですけど、もうね洗えないじゃないかと。ストールなのにね、ストールって結構汚れますよね。なのに洗えないっていうことに気づいて、洗えないのなんで持ってんだろうと思ってやめちゃいました。なんか管理が楽な服をね買うといいですよ本当に。でもちょっとこのシームレスダウンだけはちょっと例外なんですけど、もう私が着てる服がもう今ねほぼユニクロなんですけど、ユニクロの服はねライフウェアみたいな、なんかちょっと忘れたけどコンセプトがあるんですよね。だから楽にお手入れができるかみたいなところも結構その製品作る時に重要視されてるんで、やっぱねウルトラストレッチドライスウェットプルパーカーっていうのを私は今着てるんですけども、これ夜洗濯したら朝には乾くんですよね。ちょっと寒いですけど、もちろんその代わりねポリエステルとポリウレタンなんで、すぐ乾く、動きやすいみたいな感じで、ヒートテックのクルーネックティー、ヒートテックコットンクルーネックティーとか、ヒートテック普通にインナーのヒートテックとかエアリズムの T シャツとかも持ってるんですけど、これもう全部すぐ乾く、動きやすいっていうのがすごくいいなと思って、だからもう管理がめちゃくちゃ楽だし、動くのも楽っていう、もう最高なんですよね。ただちょっと乾燥機にかけられないのをちょっとどうにかしていただきたいですね乾燥機かけたらもう一発でねシワに首がベラベラってなっちゃうんで、そこがね乾燥機にかけられない服ではあるんですけど、服すぐ乾くからいいかっていうとこですね。そうなんか本当ね、その管理の手間、もうルーティンするかルーティン化するんだったらもう絶対に管理が楽な服を選んだ方がいいです。動きやすい服を選んだ方がいいです、絶対に。はい、ちょっと熱が入っちゃう。やっぱちょっと服の話はねちょっとやっぱね熱が入っちゃいますね。下着もねちょっとまた熱が入る。下着もねほぼねレギントップス下着の上下とヒートテックの上下長袖ですね思ってるんですけど、だからこのパンツですね、パンツ以外は全部ユニクロなんですよ。エアリズムとヒートテックなんですけども、これもめちゃくちゃ長持ちするし、お手入れ楽だし、もうすぐ乾くし安いし、いつでも買い直しても同じ型だし、しかもねどんどん型が変わっていくんですけども、すごいグレードがどんどんねちょっとずつ改良されてるんですけど、解約される時もあるんですけど、改良されていくことがほとんどなんで、ユニクロってね必ずどこかが変わってバージョンアップして次のシーズン登場するので、そこがねすごく見ててうわーって感動するんですけど、もうエアリズムのねタンクトップなのでカップ付きインナーみたいなのを着てるんですけどね、それがすごくもう今も優秀でございます。おすすめです。もうだからもうねなんか制服化させるんだったらこうやって管理が楽なやつを選んだ方がいいですね。ちょっと熱が入ってしまいました。ちょっと服の話マジで止まんなくなるんですよね。
はい、そんな感じで、ちょっともう急ですけど終わろうかな終わろうかな。ですね、そんな感じでちょっとぐるっと適当に進めちゃいましたけど、ちょっと私34着で今過ごしていてとても快適ですよっていうことと、そうね、やっぱね快適ですよっていうこととなんかね、日々の生活がすごく楽になりますよっていうことと、出費も減るし、日々のそのお洗濯だとかそういう手間もめちゃくちゃ減るので、やっぱ制服化はすごくおすすめです。でもし実践するんだったら、もし普通に生活されてる方がいきなり制服化バンってしちゃうと、やっぱね失敗されることがあるかもしれないんで、もうねちょっとやっぱいきなり全部捨てて制服だけですみたいな、もうシャツ5枚しか持ってませんみたいな、やっぱちょっと極端なのはちょっとやっぱね避けた方がいいと思いますんで、なんか一部制服化とかからねぜひやっぱちょっとやってみてほしいなって思いますね。靴だけ固定するとかもいいですね、それで言うとね。なんか自分に似合う靴とかって皆さん考えるんですかね。私はねハイテクローテクってあるじゃないですか、靴。ハイテクスニーカー、ローテクスニーカーみたいな。でもちろんパンプスとか何ですっけ、靴いろいろありますけどね、ブーツとかそうで、私がやっぱ子供生まれて動きやすさメインで今考えてるっていうことってスニーカーになるんですけど、パンプスも、ね、履きたかったけど履けないんですよね。やっぱ子供いたら動きにくい、走んないといけないから履けないじゃないですか。靴下がこう中でベロンってなったりとかするじゃないですか。あれも超嫌いだからもう嫌だなと思って、ね、もうスニーカー一択なんですけども、ハイテクスニーカーが似合わないんですよ。似合わないんですよ。でローテクスニーカー、コンバースとかバンズがローテクに当たるんですよね。でハイテクスニーカーっていうのはニューバランスとか、ナイキとかですね。ナイキはそうでもないけど、でもとにかく私はニューバランスが似合わないです。とにかくなんかめっちゃカジュアルが似合わないんですよね。コンバースが一番自分ではしっくりくる。バンズもちょっとなんか違うかな、私には。なんか体型にもちょっとよるとこありますよね。なんかねちょっと余談なんですけど、なんだっけ、私の顔顔がですねちょっと癖があるもので、なんかねめちゃくちゃ似合わない服が多いんですよね。なんて言ったらいいかな、私はすごくね周りの友達の顔がすごくずっと羨ましかったんですよ。今はこれでいいんですけど、これでいいってこれでいいんですけど、なんかねミニマリスト的にはこういう顔の方がいいらしいんですよね。黒白が似合うっていうのが羨ましいってよくね言われるんですけど、でも私ミニマリストじゃなかったから、ずっと普通にトレンドの服着たかったんですよ。トレンドの服、今流行ってる服を着たいんですけど、今流行ってる服が似合うのって私の顔じゃないんですよ。いつだってそうだったんです。マジで本当ね、日本人の服に合わせ日本人の顔に合わせた服をやっぱこのメーカーさんたちは作ってくるはずなんで、日本人に多い顔じゃないんですよ。私多分ねちょっとなんですかね、はっきりしてるって言われることが多い。ちょっと濃ゆくはないんですけどね、薄いなんでしょうね、ちょっと変な顔ちょっと普通の人と違う顔してるんですよね。なんか強め、きつめですね。きつめの顔、猫とかきつねきつめできつねの顔、きつねできつめか、どっちでもいいか。そんな顔をしてるから、やっぱ白黒が似合う。でちょっとあんまふわふわした服は似合わない、茶色が似合わなかったりとか、パーソナルカラーでいうとウィンターですね。ほぼウィンターなんですけど、だから私みたいな顔の人が普通のトレンドの服をがっつり入れちゃうとすっごく似合わなくて、だから周りの友達のそのねなんか柔らかい顔がすごく私はずっと羨ましかったんですよ。なんかね本当に似合わないものがとにかく多くて、なんか似合わないものちょっといろいろ言っていいですか似合わないものがとにかく多くて、
襟付きのシャツ、白いシャツとか、襟がちょっとうるさいみたいな感じになるし、白いシャツっていうのがマジで似合う人すごい似合うじゃないですか。私服で着ても白いシャツって抜け感とかあって出して似合う人いますけど、私が白いシャツ着ると白衣か就活かキャリアウーマンなんですよでなんですかね、私がカーディガン着ると、カーディガンつっても2種類あって、2種類をざっくり2つに分けますけど、ローゲージハイゲージのちょっと薄手のやつか、なんかちょっとざっくり系、分厚くてざっくりしてるカーディガンだったらいいんですけど、薄手のカーディガンですね。今流行ってないと思うんですけど、薄手のちょっとなんですかね、ボタンがこうペペペってついたようなカーディガン、私めっちゃ似合わなくて、あれ着ると病人になりますねで、あと体型的にもあって似合わないっていうのがまたあって、私肩幅が多分狭いんですよね。で下半身が大きいので、その肩幅が狭くて、なんか上が小さくて下が大きいみたいな、ちょっとね洋梨みたいな体型にちょっとなってると思うんで、上が肩幅がだから狭く見える服は NG なんですよね。だから V ネックもダメだし、襟ががっつり開いててもこう肩幅狭く見えちゃうんで NG なんですよ。だから私はクルーネック、襟が詰まった服しか着ないですね。 V ネックも似合わないし、なんかめっちゃきつくなるから似合わないしね。そうで、あとは何すかね、あと何かあったかな。あとはレザーのジャケットとかもう全然ダメですねめっちゃ似合わないです。私が着るともうなんか本気でバイク乗ってる人みたいになっちゃうんで、なんかですね、もう全部あれなんですよね。私が着るとなんか全部本気になっちゃうんですよ。本気っていつも使うんですけど、よくね何それって言われるんですけど、なんかね本気モードになっちゃうんですよ。私がちょっと違う服着ると。意味わかりますなんかね本気になっちゃうんですよ。本気これマジでいつも伝わらないんですよね。でもこの間ね言ってすごい伝わったのがね、天海祐希がライダース着てたら本気でしょみたいな、そんな感じそう天海祐希がライダース着てたら本気だし、天海祐希がスーツ着てたら本気ですよねって、なんか先生ですよねみたいな、天海祐希が白いシャツ着てたらキャリアウーマンでしょみたいな、そんな感じ。天海祐希似てるわけじゃないんですけど、なんかねちょっと近いものを感じます、あの方にははいなんかちょっとだからなんですかね、なんかちょっと抜け感ある服じゃないと、服に抜け感がないと、抜け感ある服を着ないと私の顔はきついので、なんかちょっとピタピタってはまってこうなんかガチの人ですみたいになっちゃうんですよね。そこがちょっと私は結構似合わない服がたくさんあって大変なところです。で体型も体型でねちょっと下半身が気になるので、もう今スキニーは絶対履けないとか、もうスカートとかはもう当たり前ですけども、小3からスカート履かない、もう小3でスカート履かないって決めたんで、履きましたけどその後ねもうスカートももちろん履かない、っていう風にね、私の中でも結構いろいろ他にもルールがたくさんあるんですけど、はい、そんな感じで結局ね今みたいなスタイルに落ち着きましたということで、アクセサリーの話とかしてなかったけどいいか、ちょっといずれそういう話もできたらなと思ってます。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、この辺で終わりにしようかなと思います。ぜひね皆さん制服化をですね、一部の服、私服だったり、仕事着だったりとかいうところから私服の制服化をねしてみるとね、私はすごく生活がね潤うというか、楽になるんじゃないかなって思ってますんで、もしよかったらね取り入れてみてください。はいはい、もし何かあればコメントとかで教えてください。はいちょっと本気が伝わったかがやっぱりねいつも心配もう絶対私が本気のもの着ると本気になっちゃうからはい、はいということで、はい、今日はこの辺でじゃあ終わりにしたいかなと思います。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。本当にいつもありがとうございます。はい、じゃあちょっとね次回は頑張って服の動画をね撮影しようかと思います。はい、では今日もありがとうございました。では最後まで2回目ですけどありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。